今私はプラハの市街地の中にありますハベルマーケットという市場に来ております。ここはいくつかあるプラハの市場でも一番古いとされている市場で、1232年以来ずっとこの場所で市場が開かれております。一つの観光名所にもなっていますので、今日はここハベル市場を散策してみたいと思います。非常にカラフルなフルーツですね。ブルーベリー、イチゴ、いろんなものが売られてます。Lequel tu veux, toi? Bah, prends myrtille. Prends-en un. これは何でしょうね。何かを薄くスライスして揚げたもののようですけども、この辺りは果物が多いですね。一応ハベルマーケットはここが終点ですね。長さにしてどうでしょう、100メートルちょっとという感じでしょうか。そんなに長いマーケットではありませんけれども、このハベルマーケットを中心にして、ご覧の通り周囲は全て、観光客でごった返しています。歴史的建造物の多い地域でもありますので、ハベルマーケットを中心にした一つの観光スポットということになっているんでしょう。今私はクロアチアの首都ザグレブの中心にあります、人呼んでザグレブ市民の胃袋と言われるドラツ市場に来ております。ここは毎朝7時頃から午後の1時頃まで毎日開催されている生鮮食品を中心としたザグレブ市民の台所といったところです。今日はここドラツ市場を散策してみたいと思います。トマトとカリフラワーですね。これは1個1ユーロのようです。サニーレタスでしょうかね。あとナスですね。こちらは1キロで4ユーロでしょうかね。レモンに柑橘系、グレープでしょうねが売られてます。こちらは1キロで2ユーロですね。バナナにブドウ、オレンジ、あとリンゴですね。おそらく地元で採れたものを売ってるんだと思います。じゃがいもですね。東ヨーロッパに来てよく思うのは、夕食にレストランに入りますとだいたいワンプレートで出てくる料理にはじゃがいもがついているケースが多いです。その代わりにライスがほとんどありません。じゃがいもがご飯の代わりになっているということなんだろうと思いますので、結構じゃがいもはよく食べます。こちらは1キロで 1.2 ユーロでしょうね。パプリカですね。どれも新鮮そうな野菜ばかりですね。こちらはインゲン、サヤエンドウの一種でしょうかね。1キロで5ユーロですね。こちらは1キロ7ユーロのようです。失礼、4ユーロですね。カメラを360度回してみたいと思います。ナッツも売られてますね。これは1キロ12ユーロですね。
カリフラワーも多いですね。カリフラワーにあとブロッコリーも多いです。おそらく昨日か今日採れたばっかりの野菜でしょうね。みんなみずみずしくて新鮮ですね。ぶどうは1キロで3ユーロですね。今運ばれてきたばっかりのオレンジですね。オレンジが1キロで 1.5 ユーロですね。パプリカも多いですね。彩りに添えるケースもあれば、サラダなんかで生で食べるケースもあるんでしょうね。見たことももちろんあります。いやしかし色鮮やかで見てて楽しいですね。本当に。こちらはナッツ類の専門のお店のようですね。いろんな種類があります。この辺はアーモンドだと思いますけども、1キロで10ユーロですね。こちらのコーナーは冷蔵庫付きのカウンターがいくつもありまして、冷蔵が必要な例えば乳製品、チーズなどですね、なんかを専門に売ってるところですね。チーズのいい香りがしますね。Thank you。いろんなチーズがやっぱありますね。このドラッツマーケットは今ご覧いただいたように野菜、果物、乳製品、ナッツ類等をこうして露店で販売しているオープンマーケットがある一方で、画面の右手奥の方にですねある建物をですね、あちらの方では鮮魚専門のスペースがあります。そしてこのオープンマーケットの真下ですね、地下の部分になりますけれども、真下には肉類が売られている大きなマーケットが併設されています。順番にこれから回ってみたいと思います。あちらの建物ですね、あちらが鮮魚売り場になっているようですので、今度あっちを少し覗いてみたいと思います。では入ってみたいと思います。これイワシですね。いや、イワシですね。これぐらいの広さですね。タラが1キロ30ユーロ。30ユーロですから5000円弱ですね。結構高いですね。エビにイカに、これも小型のイカでしょうか。これはクロダイのような小型のタイと、あとこれサバですね。サバが1キロ9ユーロ、9ユーロだそうですね。こちらは川魚ですね。ニジマスかイワナかマス系の魚だと思いますけども、もう小型のイカに、これはおそらくタコでしょうね。私はダイビングをやってた時期があったので、魚はある程度はしてるんですけども、これはダイビングの中でもよく見る魚で、マトウダイという魚ですね。背中のところに、黒い斑点がありまして、これが的のように見えるのでマトウダイと言われます。これイサキでしょうかね。これは日本でもおなじみのアンコウですね。おそらくこれは1匹で19ユーロだと思います。こちらもマス系の魚ですね。これも日本でおなじみのタイですね。これはエビですね。ちょっと日本ではあまり見ない形のエビですね。ハマチでしょうね。オラダという魚だそうですね。ちょっと後で調べてみたいと思います。結構この魚よく見ますね。ホタテですね。日本のよく見るホタテよりもちょっと身が小ぶりな気がしますけども、柵はマグロですね。これはカレイかヒラメでしょうね。クロアチアは東ヨーロッパの中でも地中海に面している国ですので、魚介類も他の国に比べると比較的新鮮なものが入りやすいんでしょうね。見た限り非常に新鮮そうな魚がたくさんありました。いや、見てて楽しかったです。
魚売り場を出まして、この入り口から地下に入りますとお肉を中心にした市場がまた広がっておりますので、ちょっとそちらに行ってみたいと思います。階段を降りてきますと中はこんな感じですね。この通りの右側はすべてお肉屋さんのようですね。おそらく羊だと思いますけども、1匹ぶら下がってますね。ここは何か佃煮っぽいもの、もしくは乾物でしょうかね、が売られてます。この黒いソーセージが美味しそうなんですが、これが1キロ8ユーロ、1000円ぐらいですね。こちらは鶏チキンのお店ですね。こちらは干し肉ハムのお店ですね。美味しそうですね。こちらもベーコンハム系のお店ですね。鶏肉は牛肉に比べてちょっと安いですね。こちらの鶏のももの部分でしょうか、これが1キロ4ユーロ23、600円ぐらいですね。こちら野菜ですね。野菜、果物ですね。こちらはチーズですね。このクロアチアは特にパンをよく好んで皆さん食べるようですね。どこに行ってもですね、飲食店はあまり見かけない割にパン屋だけはやたらと見かけます。それだけ皆さんパンが好きだということのようですね。確かにパンは美味しいです。これも乳製品のお店ですね。牛乳にチーズが各種ありますね。またパン屋さんですね。クロアチアのパンは本当美味しいですね。これはパスタですね。今日はクロアチアの首都ザグレブにありますドラツ市場というところを散策してみました。昨日ホステルの周りを散歩してまして、偶然大きなマーケットを見つけましたので、今日は少しここを覗いてみたいと思います。名前がちょっと読めないんですけれども、見た感じベリカ・ピジャカという名前のマーケットのようです。では行ってみましょう。ここが入り口ですね。入り口の横にお肉屋さんがありますね。昨日はすごい人だったんですけども。ではマーケットの中に入ってみたいと思います。新鮮な野菜が並んでいます。ちょっと値札がないんで料金がわからないんですけれども、全体的にここモンテネグロは物価が安いみたいなので、そんなに高くはないと思います。こちらは値札がありますね。トマトが1キロ 1.2 ユーロですね。ざっと170、80円というところでしょうか。先ほどの店でじゃがいもは1キロ 1.5 ユーロみたいでしたね。こちらはフルーツですね。オレンジ、リンゴ、洋梨でしょうかね。あとバナナなんかも売られてます。これがキャベツのピクルスでしょうね。こちらピクルス屋さんですね。ポドゴリザに来て4日目ですが、今まで見たマーケットでは一番大きいですね。ここはナッツのお店ですね。ここはチーズ乳製品のお店のようですので、ちょっと入ってみたいと思います。
ちら樽に入ったチーズですね。昨日来た時はこれを量り売りしてたのを確か見た覚えがあります。こちらは卵屋さんでしょうか。卵屋さんですね。こちらはお魚屋さんですね。ちょっと入ってみたいと思います。鯉のようなものが生で並んでます。こちらは鶏肉ですね。中にはカフェもありまして、市場の関係者、お客さんなんかが休憩をしていくんだろうと思います。今日はモンテネグロの首都ポトゴリツァがあります、マーケットを散策してみました。この木の向こう側の建物がマーケットですね。マーケットは2箇所あるようで、1箇所目がこちらになります。朝の時間を過ぎたので、だいぶ商品も片付けられているようですが、まだ売られているお店もあります。ここはチーズの店ですね。このマーケットは主にお肉類とあとチーズ、乳製品が多いようですね。卵なども売られてますね。それではこちらのマーケットを出て、もう1箇所のマーケットですね。もう1箇所は主に生鮮食品の中でも野菜、果物を中心に扱っているマーケットです。そちらに行ってみたいと思います。ではちょっと中覗いてみたいと思います。カラフルな野菜が多いですね。もう時間がお昼前後なので、だいぶ人も少なく、お店も一旦休憩しているところが多いですけども、それでも空いてるお店もあって買い物されている方もいらっしゃいます。それではマーケットを出たいと思います。今日はボスニア・ヘルツェゴビナの首都サラエボのマーケットを2カ所散策してみました。こちらはマーケットのようになっている感じですので、ちょっと入ってみたいと思います。カバンであったり雑貨であったり、日用品全般ですねが売られている、ツーリスト向けというよりかはどっちかというと地元の人向けのマーケットでしょうね。この中がアーケードになってまして、食料品が売られているようですね。ちょっと覗いてみたいと思います。広いですね。おそらくスコピエの一番大きなマーケットじゃないかと思うぐらい大きいです。この赤いのは何ですかね。唐辛子かな。
あ、日本でもおなじみの柿ですね、これ。柿は1キロで50デナルですね。60デナルでだいたい1ユーロですので、140、50円というところでしょうか。今、午後の1時過ぎなんですが、相当人でにぎわってますね。みかんも1キロでおそらく50デナルでしょうね。トマトですね、トマトは1キロで70デナルですから、170、80円というところでしょう。やっぱり、全般的に野菜は安いですね。人参が多分これも1キロで40でしょうね。40ですから、7、80円、80円、90円ぐらいかなっていうところでしょうか。でかいかぼちゃですね。私の手と比べるとこれぐらいあります。キャベツは1キロで25デナルでしょうね。25ですから50円、60円ぐらいでしょうか。これはナッツですね。ちょっと値札がないんでわからないですけども、こちらはチーズのお店ですね。これは何ですかね、日本でも見たことはありますけども、これはトルコの名物のお菓子ロクムでしょうね。栗ですね。栗が1キロで120デナルですから、120、30円というところでしょうか。唐辛子ですね。どこのマーケットに行ってもやっぱり活気があっていいですね。こちらお肉屋さんですね。こちらのソーセージがおそらく1キロで400デナルですね。これは小麦粉を薄く伸ばして焼いたので、インド料理なんかでよく見るナンに近いものでしょうね。ザクロンを東ヨーロッパでよく見ますね。これは肉製品でおそらくソーセージの一種でしょうね。あと鶏肉が山積みになってますね。唐辛子も多いですね。ヨーロッパに来て、レストランに入りますと出てくる料理って大体塩味がメインですね。あまり出汁が効いてる日本料理とは全く違う味付けで、慣れると美味しいんですけども、ちょっと物足りない時が時々あります。唐辛子、私辛い料理が特に好きなので唐辛子があるとやっぱ嬉しいですね。カメラを360度回してみたいと思います。それではオールドタウンの方に戻りたいと思います。私は今ハンガリーの首都ブダペストの中心部にあります中央市場の前に来ております。今日はこれからこの中央市場の中を少し散策してみたいと思います。では行ってみましょう。中に入りたいと思います。こういったマーケットは市内にいくつかあるようなんですけども、ここは中央市場ということで規模としては一番大きいようです。やはりクリスマスも近いということで、それなりのイルミネーションですねが市場の中でもされています。なんとなく華やいだ雰囲気ですね。ここは生鮮食品ですね。お肉、魚以外にも雑貨、調味料、香辛料、
お酒、まあ何でもありますね、やはり。こちらはお肉、ソーセージですね。こちらは鶏肉屋さんですね。これおそらくレバーだと思うんですけども、レバーが1キロで1099ですから2.5ユーロぐらいですね。2.5ユーロなので400円ぐらいでしょうか。こちらはチーズですね。もちろん野菜も売られてます。こちらフルーツですね。こちらはソーセージ、干し肉関係ですね。これは英語でフライドポークファットと書いてあるので、揚げた豚の、脂肪ですね。スナックみたいなもんでしょうか。こちらペースト状の、おそらくこれは唐辛子ですね。唐辛子ですね。こちらはビーフのようですね。この通りは両サイドとも八百屋さんですね。これ人参ですけども、おそらくこれ1キロで350ですから1ユーロ弱ですね。150円弱ぐらいな感じでしょうか。ここも唐辛子が嫌というほど飾られてますね。これ干したものみたいですけども、ほとんど全部唐辛子です。こちらはナッツのお店ですね。このピスタチオが1キロで9800、結構高いですね。9800ですから、約ですけども20ユーロぐらいですね。3000円ぐらい、1キロ3000円ぐらいですから、高いですね。こちらは鶏肉屋さんですが、アヒルのようですね。こちら揚げ物ですね。なんか面白い形してますね。ちょうどここがこの中央市場の建物のほぼ真ん中になりますので、カメラを360度回してみたいと思います。この市場は2階部分にも雑貨などを売っているお店がたくさんありますので、2階に上がってみたいと思います。2階に上がってきました。目の前にあるのはフードコートですね。2階から見るとこんな感じですね。この辺りから雑貨屋さんですねが続きます。お土産物屋さんなんかもあるみたいですけど、衣料品にテーブルクロスでしょうかね。これおそらくハンガリーの民族衣装のようなものですかね。ちょっと他では見ない洋服です。多分この辺りもそうでしょうね。この辺りはカバンが多いですね。革製品ですね。ここはガラス陶器のお店ですね。建物の外周内側に沿ってぐるっと一周回っているんですが、2カ所ほど渡り廊下のようなものがありまして、それで両側に渡れるようになってます。これいいですね。これ何でしょうか。置物でしょうか。このブダペストハンガリーと書いてあるトレーナーですね。これが18ユーロですからだいたい日本円で2700円ぐらいですね。日本とそんなに変わらないかなという感じはします。またフードコートの一角に戻ってきました。渡り廊下の1本を渡ってみたいと思います。渡り廊下から見るとこんな感じですね。また元の外周の道の方に戻りたいと思います。
ちらハンバーガー屋さんですね。トラディショナルハンガリアンフードと書いてますので、これが伝統的なハンガリー料理なんでしょうね。2階の方は上がってきたエスカレーターの横を通り過ぎてぐるっと一周してきました。今日はハンガリーの首都ブダペストの中心部にあります中央市場を散策してみました。私は今ラトビアの首都リガの中央市場に来ております。では市場の方に行ってみたいと思います。こちらの丸い屋根の形をした4棟の建物がありますが、これが中央市場ですね。行ってみたいと思います。こちらですね、非常に大きなマーケットのようです。非常にドーム型で天井が高いですね。そうですね、ここ衣料品が多いですね。よく見る厚底の暖かそうなブーツですね。ここから2つ目のドーム市場のスペースですねにつながる渡り廊下がですね、こちらスーパーがあります。お土産屋さんなんかもあります。こちらも多分スイーツですね。これはフルーツを干したものですね。干しぶどうに干し柿、こちらはピクルスでしょうか。酢漬けの、野菜以外にも魚介類もありますね。タコ、イカでしょうか。エビもあります。貝もありますね。こちらはチーズですね。こちらのパンが1個 0.65 ユーロです。向こう側にはフードコートもありますね。ちょっとぐるっと回ってみたいと思います。これはローストチキンですね。肉製品にお酒、ワインが多いですね。こちらはケバブですね。立ち飲みのバーもあります。これ全部ビールだそうです。おそらく地元のクラフトビールでしょうね。後で飲んでみましょうか。ではまた渡り廊下を通って次の棟に行ってみたいと思います。本屋もありますね。コンビニだこれ。外が見えますので、おそらくこれ最後の棟ですね。匂いからする魚介類ですね。これ干した魚を開きにしてるのが多いですね。なんとなく日本のアジの開きやサンマの開きを思い出してちょっとノスタルジックな感じになりますが、ただ開いてある魚はでかいです。日本でもおなじみのイクラにスジコですね。この手前のやつが1キロで145ユーロですから高いですね。結構魚を干してあるものが多いですね。これスモークしてるのかな、もしかしたら。スモークしてるような感じですね。野菜果物なんかもあります。こちらも干し魚ですね。これ日本でも見る小型のカレイでしょうね。これキャビアで有名なチョウザメですね。この丸い魚もまだ生きてますね。これ何かの魚の白子ですね。白子食べるんですね。向こうにあるのサバでしょうね。マクレルって書いてますね。サバです。これサーモン、これイカでしょうね。多分サーモンの切り身がずっと置いてありますね。例えばこの切り身が1キロで 19.9 ユーロ、約20ユーロですから、1キロで3000円ぐらいですね。これはタコかな。タコですね。これね、これ大型の魚の輪切りですね。ごついですね。エビが、これが1キロで 17.9 ユーロですね。これはちょっと見ない魚ですね。
там будет шишечка сейчас, вот он будет соль с сахаром таять.いろんな魚がありますね。またチョウザメがありました。多分これ鯉の仲間でしょうね。非常に立派です。これも日本では見ない魚ですね。鱗に特徴がありますが、生の魚に混じって冷凍も結構ありますね。キャベツが1キロで1ユーロですね。これが多分2キロぐらいありそうですから、これで2ユーロ300円ぐらいでしょうか。この辺はいわゆるピクルス類ですね。ピクルス屋さんも結構多いですね。玉ねぎが1キロで 1.5 ユーロですね。今日はラトビアの首都リガにあります中央市場を散策してみました。今日の動画は以上にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。